今日は神奈川県横浜市泉区の泉中央駅にやってきたのだ。相鉄泉の線の駅で、開業は1990年とまだ比較的新しい駅なのだ。泉中央駅は泉区の行政の中心になっている駅です。すぐ近くには泉区役所や文化センターもあって、この辺りの暮らしを支える拠点になっています。泉区は横浜市の南西部に位置していて、相模の大地と呼ばれる比較的平坦な大地になってるのだ。区の西側を境川と泉川が南北に流れていて、自然と住宅地が調和したエリアとして知られています。この地域は鎌倉時代に泉近平の乱を起こした泉小次郎ゆかりの地で、伝説や史跡があちこちに残っているのも特徴なのだ。今日はそんな泉中央駅とその周辺をのんびり散策していきます。駅を出るとすぐ目の前にあるのが相鉄ライフ泉中央なのだ。泉中央駅のメイン商業施設で、ここに生活に必要なお店がほとんどまとまっているのだ。規模としてはそこまで大きな商業施設ではないですが、スーパー相鉄ローゼンをはじめ100円ショップ、カフェ、ファストフード、飲食店が入っていて、普段の買い物や食事には困らないラインナップになっています。ケンタッキーやモスバーガーといった定番チェーンもあって、駅利用者や地元の人たちの毎日の生活をしっかり支えている感じですね。建物の外観は駅と一体化していて、改札を出てすぐアクセスできるのが便利なのだ。駅前に大型のショッピングモールがあるわけじゃないから、このビルが事実上の駅前商業エリアの役割を担っているのだ。さらにこのビルの3階には泉区民文化センターテアトルフォンテンが入っています。演劇や音楽イベント、講演会、市民向けの発表会など幅広く利用されていて、地域文化の中心になっているんですね。文化施設と商業施設が同じビルにまとまっているのは相鉄ライフの特徴的なところなのだ。テアトルフォンテの座席数は359席。他にリハーサル室や創作室、ギャラリーなども備えています。1993年に開館した市民が気軽に利用できる区の文化拠点です。現在は指定管理者制度によって相鉄企業が運営していて、公共施設でありながら民間のノウハウも取り入れられているのが特徴です。入り口の自動ドアを抜けると広々としたロビー空間が広がっていたのだ。天井も高くて、区の施設っていうより劇場ホールみたいにモダンな作りだったのだ。駅のすぐ横を流れる泉川沿いにあるのが地蔵原の水辺なのだ。浸水広場として整備されていて、散歩や休憩に立ち寄れる憩いの場所なのだ。地蔵原という名前は鎌倉時代の武将泉小次郎に由来しています。戦死した勇士を弔うために地蔵様が建てられたと伝えられていて、歴史的な背景も持った水辺なんです。現在では川と遊歩道が一体になった広場として整備されていて、春は桜、夏は水遊びと季節ごとににぎわう場所になっているみたいですね。駅前で子供たちが川遊びできる場所になってるのだ。人工池も2カ所あるようなのですが、この日はちょろちょろと水が流れてるぐらいで、水遊びできるほどの状態になってなかったね。猛暑のせいかな。夏休みだけど子供たちが外で遊んでないんだよね。でも整備された川沿いの道は歩くだけでも気持ちよかったです。ベンチもあって、普段の散歩コースとして使うにはすごく良さそうだと思いました。春には桜が咲き誇るお花見スポットにもなるそうなのだ。泉川に沿って歩いて5分ほど長福寺にやってきたのだ。小さなお寺だけど、この地域の歴史と深い縁がある場所なのだ。伝承によると、ここは鎌倉時代に泉小次郎親平が道場を開いたのが始まりとされています。小次郎は鎌倉幕府の御家人でしたが、2代将軍源頼家の維持を旗頭にして、当時の執権北条義時を倒そうとしました。ただ計画は露見して失敗。小次郎自身も鎌倉から逃亡し、その後の消息は不明とされています。大きな合戦になったわけじゃないけど、鎌倉幕府を揺るがす大事件だったのだ。この長福寺はそうした歴史の舞台となった泉小次郎に由来するお寺なんですね。境内は規模は大きくないですが、植栽や庭が丁寧に手入れされていて、地域に守られてきたお寺という印象を受けました。長福寺のすぐ隣にあるのが菅神社なのだ。ここは小次郎の館を守るための鎮守社だったと伝えられています。乱は失敗しましたが、信仰の形としてこうして残り、地域の人に親しまれてきました。
歴史の人物が暮らしや信仰にまで影響を残すのは面白いのだ。菅神社は今も泉の天皇様と呼ばれて地域の人に大切にされているようです。次にやってきたのが泉中央公園なのだ。菅神社から歩いてすぐの場所にあるのだ。ここには泉小次郎にまつわる史跡が集中して残っているのだ。園内には近平館跡とされる土塁や空堀が残っていて、ここに館があったと伝えられています。さらに馬洗の池という伝承の池もあり、小次郎の名を今に伝えています。地蔵原の水辺もそうだったけど、この周辺には小次郎に関する伝承地がいっぱい残っているのだ。池はちょっとゴミが浮いてたけど、鎌倉幕府に反旗を翻して失敗した武将であっても、地元では英雄的に語られたり、土地の記憶として残り続けることがあります。泉小次郎もまさにそうした存在なんですね。公園自体は遊具や広場もあって、児童公園として遊びやすそうだと思ったのだ。あまり観光地っぽさは感じないのだ。観光地としては派手さはないですが、地元に伝わる歴史を感じられる貴重な場所だと思います。泉区の中央公園という名前にふさわしく、日常と歴史が共存している公園ですね。泉川に沿って駅の方へ戻るのだ。駅前のカフェで休憩してから次は北側エリアを見ていくのだ。泉区は1986年に戸塚区から分かれてできた横浜市の中では比較的新しい区です。名前の由来はここを流れる泉川の泉から来ているそうです。泉区は農地面積が横浜市の18区の中で最も広くて、農の泉区としても知られているのだ。市街化調整区域も多く残っていて、豊かな緑地、農村性があるのが特徴です。水と緑に恵まれた暮らしやすい街というのが泉区のイメージなのだ。駅前の相鉄ライフ1階にあるアレンジ館に寄ってみたのだ。落ち着いた雰囲気の喫茶店なのだ。店内は白い壁と木のテーブルで明るく清潔感のある空間。カウンターの横には大きな焙煎機もあって、本格的にコーヒーを扱っているのが伝わってきました。入った時はちょうどお客さんが途切れていて、僕以外は誰もいなかったのだ。でも少しするとお客さんもポツポツ増えてきたのだ。たまたまかもしれませんが、みんな一人客だったね。常連さんがふらっと立ち寄っているようなお店なんだなって感じました。ギリギリの時間でまだモーニングがやってたのだ。ドリンクにサンドイッチやトーストを組み合わせるスタイルでした。今日はまろやかブレンドとツナサンドにしてみました。ツナサンドはイメージ通りの素朴な美味しさなのだ。しかもミニサラダまでついてきて満足度が高いのだ。まろやかブレンドはその名前の通り、苦味が控えめでブラックでも飲みやすかったです。軽い朝食にぴったりのセットだったね。駅から歩いてすぐのところにあるのが泉区総合庁舎、つまり泉区役所なのだ。泉中央駅が泉区の行政の中心と言われる理由がこれなのだ。泉区役所は1986年に戸塚区から分区して泉区が誕生した時に設置されました。戸籍や住民票、税金、保険など区民の暮らしに関わる行政サービスの窓口がここに集まっています。泉区の中で最も人の出入りが多い施設の一つですね。外観はちょっと年季が入ってるけど、中に入ってみると吹き抜けになっていて驚いたのだ。天井が高くて広がりを感じるデザインなのだ。庁舎はすでに築30年以上経っていますが、ゆとりのある構造になっているので古さよりも開放感を感じましたね。来庁舎が多い建物だけに広いエントランスと待合スペースがあるのは使いやすそうでした。そして区役所の隣にあるのが横浜市泉公会堂なのだ。こちらは区民の文化活動や集会に利用される施設で、ホールの客席数は600席。吹奏楽の演奏会やダンスの発表会、地域の式典など幅広く使われているそうです。特に講堂内の音響が良いことで評判なんだって。そのため小中高生の合唱や吹奏楽の発表会、地域の音楽サークルの演奏会でよく利用されているそうです。区役所と公会堂が隣接しているので、行政と文化活動が一体になった拠点と言えますね。確かに役所とホールが駅前にまとまってるのは便利なのだ。相鉄ライフのテアトルフォンテもあったし、泉区は文化施設が充実してるのだ。区役所や公会堂を過ぎてさらに北へ歩いていくと見えてきたのが泉遊水池なのだ。洪水時の河川の氾濫を防ぐために作られた治水施設で、
いざという時には川の水を貯める役割を持っているのだ。普段は水がない時期が多いので市民の憩いの場としても活用されています。ここは第1池から第4池までのブロックに分かれていて、普段は駐車場になっていたりスポーツ広場になっていたりとブロックごとの特色があります。だから遊水地って名前だけど、普通の公園や運動場みたいに使われているのだ。例えば第4池は少年野球やサッカーの練習に利用されています。広々とした空間なので散歩やジョギングにも向いていますね。そして第1池は駐車場、第3池は多目的広場になっています。第2池にはイラコテニスカレッジ泉中央校もあるのだ。ここは民間が運営しているテニススクールで、ナイター設備もある本格的なコートなのだ。遊水地の一角を活用している形ですが、地域のスポーツ拠点になっていて子供から大人まで幅広く利用されています。市営の運動広場とは別にこうした民営のスクールが共存しているのもこの場所の特徴ですね。治水施設を活用した市民の運動場とその一角にある本格的なテニススクール、うまく土地が活用されてるのだ。駅方面へ戻っていくのだ。そして到着したのがメンツレストランヤブなのだ。横浜名物サンマーメンで有名なお店だって聞いてきてみたのだ。店内はラーメン屋さんというよりロードサイドにある食堂みたいな広々とした空間でした。カウンター席、テーブル席、お座敷席まであってかなりゆったりしてますね。家族連れでも入りやすそうな感じなのだ。もちろん注文するのは横浜名物サンマーメンです。サンマーメンは醤油ラーメンにもやしなどの野菜あんかけを乗せた横浜発祥のご当地ラーメンなんです。野菜たっぷりのあんかけが乗っていて食べる前から美味しそうなのだ。いただきます。めちゃくちゃ美味しいのだ。これは期待を超えてきたのだ。しっかりした醤油ベースのスープで出汁が効いてて香辛料もよく効いてるのだ。野菜のあんかけが麺によく絡んで食べ応えもすごくあります。具材を食べてるとどことなく長崎ちゃんぽんを思わせる味だね。野菜の甘みと醤油の濃厚さ、それに強めに胡椒が効いてるのも好みです。もやし、キャベツ、人参、いろんな野菜が入ってるのだ。あんかけのとろみで最後まで熱々で食べられるのもいいのだ。泉中央駅周辺は飲食店があまり多くないけど、その数少ない中でこんな美味しい一軒に出会えるのは嬉しかったです。個人的に大ヒット、かなり気に入ったのだ。これを食べるためにまた泉中央駅に来たくなるぐらいなのだ。店内の雰囲気も含めて地域に根ざした愛される食堂って感じだったね。今日は泉中央駅周辺をぐるっと散策してみたのだ。駅前の相鉄ライフや文化センターから始まって川沿いの浸水広場、泉小次郎ゆかりのお寺や神社、公園まで思った以上に見どころが多かったのだ。泉区は自然や歴史が残っているだけじゃなくて区役所や文化施設も駅前にまとまっていて便利だったね。最後に食べたサンマーメンも美味しくて散策の締めにぴったりでした。アクセス面でも泉中央駅は相鉄泉の線が通っていて横浜方面や海老名方面に出やすいから実は移動も便利なのだ。それに隣駅の夢が丘駅には大型商業施設ソラトスができていて買い物やグルメはそちらでも楽しめます。それでは動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。動画作りの励みになるのだ。